感じですね。まあ十何回経ってますから。両側とかだけは気をつけた。クラス相当雰囲気は。そうですね、なんかでかいですね。でも会場がどんどんでかくなっても戦うところは地方のリングなんで。やばいっすね。やりますよ。お前が逃げんなよ、こら。あと数時間後にはね、もう全て終わってると思うんで、もう明日はないと思って気合い入れて9時間待つと楽しみにしてください。最高のデビュー戦します。東京ドームのデビュー戦。ぶち殺してやる。まず打撃は鼻くそみたいに弱くす。ちょっと腰軽そうすぎて相手にならなそうっすね。うるせえうるせえ。見れば見るほど弱いんで。ポペがしたらポペがな騙しとって。いがみ合う2人は共に1998年5月7日生まれの26歳。クラッシュフェザー級チャンピオン篠塚達樹 MMA のデビュー戦。東京ドームはみくるさんの復活の舞台、勝ちでつなぐヒロヤです。これから火花散る東京ドーム男祭り。ヒロヤが飛び込んでいった。さあまずは腕をぐるぐると回しながらヒロヤ、そしてステップを刻んでいく MMA デビュー戦の篠塚達樹。そう、いい距離だ、いい距離だ、いい距離、いい距離、いい距離。もう遠くていい、遠くていい、遠くていい。プレッシャー、プレッシャー、プレッシャー、いいプレッシャー、いいプレッシャー。あいつは多分なんて言うんだろう、最初こう飛び膝とか来るかもしれないなとか、まあそういう読み合いもあったし、あいつも俺が突っ込んでくると思ってたと思うんです。飛び膝とかでかい攻撃で、だから距離取ったなっていうのもあったし、まあおそらく得意の打撃を生かすために左のフック、この組の展開。ヒロヤ上がっていくな。入ってきても対応する予定だったんですけど、やられちゃったっすね。テイクダウン取るのに何百時間かけてきたんで、それはまあ当たり前の結果なのかなっていうふうに思います。ドームのファンも知っています。 JTT とブラックローズ。厳しいですね。足がねちょっとこれ左手殺されてるんで、篠塚選手動けないですね。全く動けない状態で肘が上から降ってきます。はっきり落ち着いて、しのぎですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ。ちょうど1年前ビリーとこうアメリカ修行に初めて行かしてもらった時にこうメラブであったりとか、そういうファイターたちがこう結構得意とするポジションの練習でやった技が今日たまたま出たって感じでした。ずっとカットなんかしたいなとか、もうずっとそういうことばっかり考えてましたね。効いてますね。ああ、ちょっとこれはレフェリーが見ている。豊永美濃が見ている。セコンドからバトンが投げ込まれました。テクニカルノックアウト。
クルの復活戦に向けてつなぎました。こうやってやり合っていいのは俺は当事者だけだと思うんで、この喧嘩はこれで終わりです。確実にね、彼が MMA に入ってきて盛り上がったのは確実なんで、はい、そこの男気はみんな認められてきてください。大丈夫だよ。しょうがない。こっからだよ。やり返そう。大丈夫だよ。やられたっすけど、まあ負けたけど負けてないっす。ぶっ飛ばします。すぐ復活してヒロエぶっ飛ばします。次フライ級グランプリあると思うんですけど、主人公のいないグランプリ思んないでしょ。どうすか、俺参戦したら盛り上がると思いませんか。最高や、ほんまに。いや気持ちが疲れた。負けたらすぐ終わるっていうのがあったんで、一番こう追い込まれた試合でしたね。自分の中で本当に何十回何百回何千回って何通りもやって、本当に大丈夫、何回も問いかけて何回も問いかけて、だから俺がああやって楽勝で勝ったんだと思う。フライ級グランプリあると思うんですけど、そこで本当にベルト巻きたいと思ってるんで、僕もアメリカに行ってもうすぐにちょっとビリーにお願い今してて、こういろんな UFC ファイターのファイトキャンプであったりとかを手伝う中で、こう自分をちょっと強くしてほしいっていう風にお願いしてるんで、怒涛の1年に今年もしようかなと思ってます。標的を西谷に変えて、その首を持って朝倉未来のところに行くっていう。どうですか、このコンボ。やばいですね。最高です、ホーム特大ホームランかましますよ。自分の役目は分かってますよ。はい、フィニッシュ狙いに行きますよ。もちろん。俺に勝ったらプレッシャーかかるっすね、ゆうさん。大丈夫。冷たいっす。師匠の気力がみなぎってくる姿を間近で見ていると、自分の心もたぎりました。高木亮にカウンターのストレートを浴び TKO を負け、今3連敗です。ダリーもうダリーも逆襲のダリー、再生の戦いは師匠へ勝利のバトンをつなぐ一戦です。アンダーグラウンドから東京ドームへ、3連敗の長いトンネルを抜けると視界が開けた。そこにはあいつの背中、朝倉未来の背中が見えた。しっかり西谷君倒して逃げられないようにしてやる。待っとけ朝倉未来。萩原8勝のうち6つの KO 勝ち、西谷は6勝のうち4つがサブミッション勝ち。両者の人気がこの東京ドームの観客の声援から伝わってきます。共に左足前、オーソドックスの構えです。飛び込んで右、いきなり来ましたね。できましたね。これも体沈ませながら、さあどうだ、切るか、倒すか、倒して立てるか。ナイスキープしな。来るっていう準備をしてたんですけど、思ったよりガンガン来たんで、初めびっくりしましたけど、全然対応できましたね。入れ替わった、距離を取りました。飛び込んで膝を立てながらぶっ込んで、さあ振って振り上になった。L1 ゲット。今回は倒されてすぐ上に取れたっていうのが成長を見せれたかなと。
今までは自分が 100% 逃げるっていうことしかできなかったんですけど、逆にそのカウンターみたいな感じで使って自分が上を取るっていう技術も教えてもらえるようになったんで、自信がついてきましたね。わあ膝、気合入ってトップギアでいける。入れたしたまたすごいいやすごい打ち合い。思ったより自分の距離になってたんで、まあよく出ました。いいカーブですね。右打ち抜きました右。もう一つローキックだ今度は。強打振ってくるときに顎締めて下向いてたんで、そこにどうやって合わせようかなっていうのを考えてたんで。なんか今日その当てられてもなんかあれ今日主人戦ラッキーと思うたんですよね。失礼しました。下がらないバックギアなし西谷。全く下がりません。テイクダウンされるっていう恐れがテイクダウンディフェンス良くなってなくなってきてるので、思いっきり打ってますよね。振り向いてずっと打ってたんで、はい、その辺もやっぱり成長の証ですよね。右ブロックした後からもう覚えてないですよね。こっから打とうと思った瞬間にくそマジで KO したろうと思ったのに。まあでも勝ちたかったですね本当に。ファイターとしての思いはまだ全然消えてない。ミクルさんがすんならやる、それだけ。そんな綺麗な顔でもうさあもう踊らんでくれたのか。ダリーマジでいただきましたダリー。悔しい。生ダリーいけたわ。ミクルあんたの弟子倒しましたよ。まあ俺はあんたに一番リベンジしたいんで、もうこのカード必ず実現させます。みんな楽しみにしててください。左下のと1回目のテイクダウン、立ち上がってフォローできたからいいけど、あれをちょっと反省しよう。手放しで喜ばれない。僕負けたらほんまにどうしようかなとか思ったこともあったんで、でも毎日自分にお前は大丈夫やん、お前の方が絶対強いからっていうのを言い聞かせてきたんで、みんなが喜んでくれるんで嬉しい気持ちの方がでかいかもしれないですね。ミクル選手は今でも勝負できるんですね。はい、自分はでもまた勝っていってそのカードを実現させるだけなんで、まあ、待っとけよって感じです。どん底から復活2連勝、しかも2つノックアウト勝ちです。1回でもミクルさんと同じ大会に出てみたかったんで、まあ、ミクルさんも勝ってくれたら僕はもうハッピーです。プロデビュー7連勝の快進撃も去年の大晦日、生涯初の敗北を喫しました。ミクルさんと自分の今後と2つの意味で勝って次につなげる朝倉未来の後継者、ここが自分の生きる道。高木の強さをどう見出して絶対大丈夫。鈴木千尋の練習パートナーとして切磋琢磨、盟友とともに東京ドーム男祭りを盛り上げます。一撃秒殺スラッガー高木遼が鈴木千尋の追払い、勝利のバトンを千尋へとつなぐためミクル一門の若武者を迎え撃ちます。さあ最初のラウンド、5分3ラウンド、第1ラウンドが始まりました。
何が何でも勝つって気持ちだけとりあえず持って、あとは今まで通りって感じです。最初はこう蹴って、ジャブついて蹴ってって思ったんですけど、やっぱジャブがあっちの方がうまかったし、蹴りの対処もあっちもうまかったし。右、そのかすり目かすったんで、今高木選手左目見えづらいか、見えてないか。思ったよりパンチも入りづらくて、やっぱ野球やってたからかわからないですけど、目もすごい良くて、なかなかギリギリのところでこう避けられたりしてたんで。いいよ、今入ったからだ、いないせ。今はその一発一撃を何か狙ってるような感じもあります。秋元の左、右。ちょっとうまかったな。蹴りも痛かったし。いやでもあれ試合で真似するのすごいですね。自分は結構インカー今回使おうと思ってたんで、それを試合中にプランを切り替えれる秋元選手の器用さというか、すげえなって。右、左のボディ、秋元の左のボディから、さあこれはどちらが倒しにかかるか。この形は今秋元選手の形ですね。取っていいぞ。このまま投げるのは難しい。ツイスター倒した、はい、で上になろうというところを回転して巻いて負けなかった高木の落とせる。しかしバックを取って後ろから立ち上がったのは高木。しかし秋元がくっついている。さあここから伸びて手が入ってるんでキーパーハーフで、はい、さあ足を取って、足かヒールでもヒールか、ヒールを取った。このヒール抜けた。早く上を取る形を取れるか、どっちが上を取れるか、まだ足を絡めている高井選手ですね。はい、ヒールめっちゃ入ったっすね。入んねえだろうと思ったら今めっちゃですね。強い、ああいう強い打撃はバランスを崩した左しますよね。さすが秋元の左、そして高木の右。横までつけたがいい。バック回り際、こここれゴロンといってもいいですね。これで足かけさせないようにしてるんです、秋元選手が。なるほど、どっちがコントロールできるかって、これコントロールのやり合いなんですよね。残り1分に差し掛かります。これ高木選手の勝ちです。高木の勝ち。高木選手の勝ち。さあバックでチョーク。さあ取れ。高木選手は右の腕が動く状況ですね。これが秋元京馬の粘り。秋元が逆転で今度はバックを取る。残り10秒。高度な戦いを繰り広げています。そして抜いていった。今度は向き合えるかどうか。高木が抜いて向き合っていくところ。ただ4の木。秋元2つ目。そして秋元3対0。すいません。強かった。いやいや、ありがとうございます。家族、仲間、応援してくれてる人たち、その期待に応えられなかったっていうのがすごい悔しいですね、本当に。今日は負けたっす。今日はあっちの方が強かった。次必ず強い姿に戻ってくるっす。みくるさんが復帰するってなって先頭立ってくれて、最高の環境を作ってくれて、そのおかげで今日自分も勝てたと思うんで、この後みくるさん本気で応援しましょう。ありがとうございました。前回負けてもう二度と負けないって誓ったんで、このままずっと無敗で、ベルトを狙っていきたいです。
ますリクエストどこかで見れないですか。やったー。この場でできてるのもみくるさんのおかげなんで、もうまあ全ての人に感謝ですね。今日やってくれそうなね雰囲気はすごい出てるんで大丈夫だと思います。信じて応援するだけです。はい。あとまあやりきるってことですかね。楽しみですね。まだ素直にずっと戦いたかったので、それがこうできるんで好きに戦いますよ。落としますよ。みんなが手伝ってくれるんじゃないですか。平本蓮の欠場により混迷を極めた朝倉未来復帰戦の相手、2人の運命の交差点は神のいたずらか思わぬ形で訪れました。作戦や対策なんてものは花から用意していません。すべきことは一つ、自分を信じ何も考えずにリングに上がってやりたいようにやる。前大臣フェザー級王者鈴木千尋が東京ドームと朝倉未来に超ド級の稲妻を叩き落とし時代を動かしていきます。2024年7月28日スーパーライジン3、平本蓮に敗北を喫し失意の引退。今夜男はよみがえる。ライジン男祭り東京ドーム。この男は両者血だらけの死闘になるだろうと予告しました。真紅に染まった地獄の光景、過去最強の自分を見せられるのじゃないか。男は研ぎ澄まされた狂気を解放しようとしています。さあこの決闘の先に待つ未来はフェザー級サーガの続きは復活のカリスマ朝倉未来が求められた場所に戻ってきました。さあいよいよ始まります、ライジン男祭り in 東京ドーム。そうですね。どうだ最初。互いの男と男をぶつけ合う男祭り。朝倉未来対鈴木千尋。開始のゴングが鳴らされました。左ストレート。しかしフックを感じていった鈴木千尋。さて小塚さん、この一戦ですけれども、早くもプレッシャーをかけようとしているのは鈴木ですね。そうですよね。左ミドルキックです。パンチを振ってきます。タックルだ。朝倉未来タックルに入っていった。しかしここは組みついていった鈴木千尋。1回目のテイクの時はネルソンを取ってきたんで、そのまま下になりましたよね。僕練習でもやっぱ1回触っちゃえば誰でも取っちゃうんでテイク。はい。そして今度はコーナーにもたれかかっているのは鈴木千尋でありますが、腰を上げた朝倉未来。グラウンドパンチだ。そうちゃんとパス足りないな。ハーフ行かせない。そうですね、羽から止血が見られます鈴木千尋です。さあそしてまたいでハーフガードコーチになりました朝倉。練習でやったこと全部やれ。クロスレースクロスレース。寝かしたらまずはちゃんとコントロールしましょう。ハーフガード取ったらちゃんと枕取ってクロスフェイスしましょう。キッズ10術ぐらい基礎のことをちゃんとひたすらやり続ける。さあここから立ち上がった朝倉未来がここでペドラーナ、そして落としていきました朝倉未来。朝倉未来がサイドポジションについています。第1ラウンドが終わりました。オッケー、しっかり肩が起きそう。相手相当疲れてるからさ、なんか開始のフックだけ気をつけて、あれだけお互い倒しに来てるんで、2ラウンド目楽しみですね。ものすごい歓声ですよ。解説の声聞こえないですもんね。はい。さあ2ラウンド、しかしもう一回タックル朝倉。しかしもう一回タックル来るからな。顎しか鈴木千尋応戦する。2ラウンド、打ち上がっていった。パンチを振りましてタックルだ。センキューレッグだ。鈴木千尋の左足を突き上げて倒していきました。さあここで
蹴り上げきますが、右のストレート、非常としたでも相手がだいぶ消耗してるなと思いました、そして左のパンチを放っていきました。内側から打ち込んでいきました。2ラウンド目が終わりました。きました。2ラウンド目が終わりました。さっきも分かったじゃん、大丈夫だ、ここで絶対仲間を崩るから自信持ってた。死んでも勝つって決めてたんで、爆発力ね、スタンドの攻防であのシーンをつけなければなりません。もうフィニッシュできますからね。あの一発が当たればおっと右だ。しかしいいですね、やっぱリストレートのキック、まっすぐ下がると危ない、まっすぐ下がりたくないですね。前に出たい、前に出たい。ショートでもっとショートで、そうですね、ミドルキック、うわすごい、鈴木選手のフルスイング、打ち上がったこの場所に危ない。コーナー背負いたくない、タックル切る、右だ、お互いほら引いてる、打ってくるだけだぞ、弱気になるな。切る、右だ、お互い危ないかなと思ってました。俺もやばいなと思って、さすがにねちょっと内へのなんかしたくなったっていうか、なんか死に物狂いで戦ってましたね。ここでドロットムーブになりました。内側に切れてますよね。ちょっとチェックしてますけれども、これは鈴木千尋ですからね、返り血ですからね、止血剤を使うことがあるんですけれども、試合中には使いません。インターバル中、結構切れてますね。かなり切れています。カットです。これはもうできないと判断されました。切れています。カットです。これはもう切れています。カットです。これはもう見えづらいですよね。帰ってきました。強くなって帰ってきました。またすぐ戻ってきます。朝倉未来は最強じゃないといけないんで、ありがとうございました。思ってたんですよ俺もっと強いのになって。角オタとかにバカにされてたけど、それはファンもそうなんですけど、 JDT とかの仲間にもそうだし、弟とかも悔しい思いをさせてたなっていうのはずっと思ってて、だから強さを証明できてよかったです。ほっとしました。平本選手、今の戦いどう見てたんでしょう。鈴木千尋が1回も立ちに行く動作とか見せなかったんで、何がしたかったのか終始謎でしたね。最後も自分から寝てたし、何がしたかったんだろうな。全然別に朝倉未来も強くないなと思いました。リミット66キロ階級無我級は初代王者誕生から4年間で延べ6人の王者が目まぐるしく入れ替わってきました。気まぐれな地獄しか見てない気がしちゃうけど、僕一回休んで力がいいんですよ。僕の世界で僕ら生きてるんで、安定して勝ち続けるっていうのはすごい難しいことで、こういうこともあるし、負けることもあるし、しっかり勝つこともあるし。出るって聞いてやっぱちょっとびっくりしましたよね。本当に男気だし、男祭りにふさわしい男だったと思いますよ。1からとかじゃなくて、本当にまたゼロからやり直せばいいと思うんですよ。俺一人じゃないんで、俺の後ろでファンもいますし、作り直しますよ。絶対に俺はやり返せるんで、
それはもう分かってるんで、まあしょうがない、こういう日もありますよ。最後に勝てばいいんですよ。最後に勝てばいいです。平本でも誰でもいいっすよ。俺クレベルとやりたかったんだけど、あでもシェイドライフが現れたのか。負ける気しないっすね。はい、誰から逃げるとか俺ないんで、はい、やりますよ。また投げてきますよ。前チャンピオンの鈴木千尋を破って復活を遂げた